グイーン、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 グイーン。もう臭みも全くないです。これできたらもう普通のビストロ行けなくなりますよ。今日はですね、鶏レバーのガトー仕立てを作ります。ガトー・ドゥ・フォア・ドゥ・ボライユ、ね、ガトー。これガトーってお菓子って意味なんですが、これはデザートというよりは前菜前菜向きでございます。フォア・ドゥ・ボライユ、鶏のレバーのお菓子仕立てを作ります。前はレバーのプリンを作ったんですが、今日は、前菜向きのガトー・ドゥ・フォア・ドゥ・ボライユを作ります。材料です。新鮮な鶏のレバー、そして卵2個、パセリ、ニンニク、香り付けにナツメグ、分量の牛乳、そして、パンペルデュね。そしてこれトマトソース、これはトマト436番でトマトソースを作っております。まずですね、最初にやることはこのパンをですね、パンペルデュを牛乳につけておいて、後で全部ミキサーに回すので、こうやって最初にふやかしておきます。よいしょ。これがなければ食パンでも何でも結構です。そしてレバーをここにね牛乳を用意してるんですけど、いつも僕やるんですけどね、これちょっと筋だけそんなにきれいに掃除しなくてもいいです。この筋だけ、そしてこう牛乳の中につけてあげると、臭みが取れて非常にフランスなんかではね、我々は必ずこの牛乳につけて、そうするとね、今なんていうんですか、こう血合いが取れて、これ真っ赤になります。臭みも取れるので、ちょっと牛乳もったいないんですけど、ちょっと牛乳にこうつけてあげると、こういい感じになります。今日はこの、低輪型で、150度で50分バンマリで焼き上げます。これなんとかね、この油紙見てください。こうやってこういう四角いやつをこう斜めに斜めにハサミを入れておきますと、そのまま押し付けるとちょうど型にぴったんこ収まります。それも何度かやっております。そして、こちらですね、バンマリって言いまして、湯煎でいきます。バンマリね、湯煎でやるんですけど、この時ちょっと紙をこうね引いてあげるとまた優しい感じになって、こうやって直接入れてもいいんですけど、ちょっとこういうなんか布でもいいです。紙でワンクッションあると非常にデリケートな火の入り方になります。はい、皆さんこれ見てください。ちょっとね、こういう血合いとかがこう出ていきますでしょ。そうすると臭みが取れますので、これはぜひ真似してみてください。ちょっともったいないんですけどね、この牛乳処分しちゃうので。よく牛乳は取ってください。分量が変わりますので。でこれであれですよ、我々もう冷蔵庫で1日もうこの牛乳につけていくと、これもう真っ赤になっちゃいます。血合いができて。そして分量の卵2個入れます。殻は気をつけてください。そして分量のニンニク、そしてまず軽くですね、白い胡椒、黒でもいいんですけど、ちょっと白い胡椒入れます。そしてまず最初
グイーン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 、最後グイーンってやらないでください。グイーン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 。そうするとよく混ざります。はい、攪拌されましたら、次に、ふやけたパンと牛乳ですね。そしてナツメグ、香り付けです。そしてちょっと多めのパセリ。はい、これでグイン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 と押します。グイングイングイン。今これ今日はバゲットを使ってるんですけどね、これでとろみがつきますし、なければあれでも結構です。食パンでも結構です。はい、そうしましたら、これ丁寧にやろうと思いましたらね、一回シノアでこしてください。ただもうご家庭ではもうこのまま、はい、見てください。完璧でしょね。はい、このね、油紙を引いたページの中にドボドボと流し込みます。ドボ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 。はい、これで150度で50分焼き上げます。バンマリですからしっとり焼き上がると思います。レッツゴー、どうぞゴー。3、2、1、0。はい、150度で20分。じゃじゃじゃーん。バンマリで皆さん見てください。完璧に火が通ってます。完璧でございます。それでは抜いてみたいと思います。はい、ちょっと粗熱を取りましょう。はい、それでは粗熱が取れましたので行ってみたいと思いませんか。うふふうふふ。はあ、井上陽水です。じゃーん、よいしょよいしょ。見てください。見てください。皆さんもうちょっと冷やしてからね。でも完璧です。これちょっとね、まだプリプリですから、もう少し冷やしてからカットします。はい、最高の出来上がりです。それでは盛り付けに鶏のレバー、ガトー仕立て。これは私の、トマトソース436番ね、万能でございます。これを下にたっぷり引いて、これね、盛り付けもこうやって下に引いてあげるとね、上にかけちゃうと、物が隠れちゃうので美味しさが伝わりませんけど、さあ、いい感じです。では行きます。皆さん見てください、この揚がりの感じ。はい、出来上がりです。
見事に綺麗に出来上がりました。どうでしょうか。これやっぱりビストロなんかではもう前菜の感じですね。見てください。皆さんこの感じ。トマトソース乗っけていただきます。もうバターのようにさーっと溶けちゃいます。このレシピはね、なかなかこれ皆さんねできたらね、もう完璧ですよ。牛乳にねちょっとレバーをつける手間ですけど、もう臭みも全くないです。本当フォアグラかいって言われてもね、ぐらい超洗練されています。今日合わせたワインはフランスコート・デュ・ローヌ、ね、大好きです。バラジュ・デ・ゴーシェールダンド・リオン。ダンド・リオンって皆さん牙って意味です。ライオンの牙ね。コート・デュ・ローヌはリオンの方ですからね。なんとブレンドがですね、シラムール・ヴェドール、カリニアン、サンソー、グルナッシュ・ブラン、クレレット。すごいブレンドですね。これどういうことでしょう。オレンジピールのようなプラムの香りもします。僕コート・デュ・ローヌね、リオンに長くいましたんで。皆さんそれにしてもですね、このガトー・ド・フォア・ド・ボライユ、これは皆さんね、これできたらもう普通のビストロ行けなくなりますよ。ダブルグーです。どうぞ。このデリケートな鶏レバーの、これ鶏レバーもね、今日は赤いの使いましたけど、たまに白いのございますから、その白いのを使っても完璧にもうフォアグラと遜色ないです。どうぞ、皆さんのうちのスペシャリティにしてみてください。グーです。